はい、どうもゆうすけです。皆さんお久しぶりです。そして、大事なお話があります。最近動画投稿できてなかったんですけど、実はちょっと病院に入院してまして、でそれで10日間ぐらい病院にいたので動画投稿ができませんでした。申し訳ございません。でちょっと私の今回のね、入院のことをちょっと話したいと思います。で、まず、なんで入院したかなんですけど、入院した原因は、分かってません。まだ原因が分かってないんですね。で、症状としては、お腹が痛いんですよ。お腹が。なんていうんですかね。炎症、ちょっと難しいけど、お腹が炎症するんです。で、いっぱいトイレに行っちゃってっていう病気なんですけど、まだ病気かも分かってなくて、もしかしたらウイルスの病気かもしれないし、もしかしたら他の病気かもしれないし、まだちょっと分かんないんですけど、本当にきつくて、それで病院に行って、これはもう入院した方がいいよってことで入院してました。で最初の入院して7日間は絶食って言って何も食べなかったです。それを絶食って言うんですけど、ずっと点滴をしてました。腕に点滴をしてカロリーをとって、でそこからカロリーとか栄養とかとって生活してたので、何も食べずに7日間過ごして、でお腹をリセットさせる、お腹を休ませる、そういう感じの時間を過ごしてました。はい。で7日間経ってですね、トイレの回数も減って、お腹の痛みも収まってきて、でゆっくりちょっと食事を始めようということで、最初は流動食っていうもうドロドロしたご飯を食べて、でそこからどんどん硬い食べ物を食べていって、今は普通に食べれます。で今の状態としてはもう完璧に治ってるのか分かんないけど、体調はいいです。すごく体調がいいです。で結構自分の中に思い当たる節があって、なんか最近結構ビールとか、ブラックコーヒーとか結構飲んでたので、多分それがもしかしたら原因かもしれないけど、まだ分かってないんですよ、何が原因なのか。で自分の前回の動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、私が高校2年生の冬の時に一度潰瘍性大腸炎っていうのに診断されてるんですね。だけどその後に他の腸炎じゃないか、ウイルス性じゃないかっていうことで潰瘍性大腸炎じゃないって診断されたんですよ。でも今回またお腹が炎症したので、症状的にはちょっと潰瘍性大腸炎みたいだなっていうことになってます。 Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. でこれを判断するために、自分が潰瘍性大腸炎かどうかを判断するためには、大腸内視鏡検査、お腹にカメラを入れる検査をしないといけないんですけど、この検査を本当は入院している間にする予定だったんですね。入院している間に大腸内視鏡検査を受けるはずだったんですけど、ここにもちょっと長いストーリーがあって、私の
高校2年生の時に大腸内視鏡検査を受けてて、で同じ人だったんですね、その検査をする予定だった人が。だけどその検査をする人に、そのゆうすけくんは大腸内視鏡検査をするのが大変だって言われたんです。つまり大腸検査を受けている時になんかちょっと暴れてたのか叫んでたのかわからないんですけど、その自分が覚えてる記憶だと麻酔が効かなかったんですね。麻酔が効かずにお腹にカメラを入れられて、すっごく痛かったんですよ。でその後一瞬気絶しちゃって意識が飛んだんですね。だからそれを覚えてくれてて、だから一旦もうちょっとお腹の調子が治るまで待とう。でそして今の炎症が落ち着いてきたら大腸内視鏡検査を受けようということになりました。なのでまだ、検査を受けてないんですね。その検査を受けたらどういう病気なのかが分かるので、その時に分かったらいいなっていうふうに思ってます。ただ今のところ原因が分からないので、ちょっと怖いなっていうのはあります。その高校2年生の時に、この潰瘍性大腸炎っぽい症状が出た時はすごいストレスがあったんですね。勉強とか、あとは睡眠不足とか、あとはテニスをしててテニスのプレッシャーとか、そういういろんなのがあってなっちゃったんですけど、今回はビールとブラックコーヒーを飲みすぎたのとちょっと睡眠不足だったのかなっていうのは思います。でも結構毎日充実してたので、なんでだろうなっていうのは思ってます。ちょっとそうですね、早く原因が分かったらいいなっていうふうに思ってます。で多分この症状で多分この潰瘍性大腸炎っていう、まだ分からないんですけど、多分なんですけど、この潰瘍性大腸炎っていう病気は結構患っている人が多いので、もしかしたら皆さんも将来似たような症状が出るかもしれないです。急にお腹が痛くなってすごいお腹が緩くなるんですね。でトイレに行って下痢が出ちゃったりとかで下血し始めて、でみんな病院に行くんですけど、なので、皆さんもこうならないように食生活とか、あとはストレスをためないこと、睡眠をしっかりとることを意識してほしいなっていうふうに思います。やっぱり今回入院して7日間もご飯を食べれないともう気が狂いそうなんですよね。もうずっと我慢してたので、すごい食べたくてで絶食が終わって次食べた時の鶏そぼろがめちゃくちゃうまくて、ずっと部屋でニヤニヤしたのを覚えてます。でもそんぐらいやっぱり食べれることって幸せなんだなっていうのをやっぱ感じますね。病気あるあるなんですけど、病気になった後にいつもの生活のありがたさに気づける。だからなんか日々生活しながら今ある幸せとか、今こうやって仕事できてたり YouTube 撮れてたり、そういうのが大切にするべきだなっていうふうに思います。感謝するべきだな。であとはインスタグラムとか、あとは YouTube でも一応ポストして今入院してますってポストしたんですけど、結構みんなコメントくれて大丈夫ですかとか、早く治るといいですねとか、 YouTube のコメントが50件以上来て、インスタグラムも結構メッセージが来て、改めてみんなに支えられてるなっていうふうに感じました。こんなに言われると思わなかったので、だから YouTube も頑張らないといけないなっていうふうに思ったし、そういう存在になってきたんだなっていうのも改めて思いました。なので、今後たくさんのね動画を上げていこうと
思ってます。無理しない程度にですね、無理しない程度に頑張ろうと思ってるので、今後もサポートしてくれたら嬉しいです。とりあえずもう体調は回復したので、安心してください。また何かあったらみんなに伝えようと思います。今後とも応援よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。